今回は誉れ傷について解説しようと思います。では行ってみましょう。誉れ傷には2種類あります。一つは刀を胸側で受けてできた傷。もう一つは矢を刀身で受けてできた傷です。前者は切り込み傷、後者は矢傷と呼ばれています。刀を製作している段階でできてしまった先天的な傷ではなく、攻撃を受けてできた後天的な傷ということになりますね。これらの傷が誉れ傷と呼ばれているんですね。誉れと呼ばれる理由は、実戦で折れずに耐えたことなどに由来していると考えられます。また、この理由から強さの証として古来より珍重されてきました。では実際に誉れ傷を見ていってみましょう。こちらは脇差しの胸側についた切り込み傷です。物打ち付近で刀を受けた際についた傷で、長さは約6ミリ、深さは最大で約1ミリ程度ありました。パッと見構えて相手の攻撃を受けた様子が目に浮かびますよね。こちらは長巻き直しの胸側についた切り込み傷になります。幅木より10センチくらい上の位置で刀を受けた際についた傷なんですが、長さは約4ミリ、深さは最大で約 1.5 ミリ程度ありました。長巻き直しですので、実際には刀身の中央付近で受けた傷であることが想像されます。ズバッと切り込まれた様子がとてもよくわかりますよね。あとこれ、長巻き直しということは、短くなっているっていうプラス、薄くもなっているんですね。ということは、オリジナルの切り込み傷はもっと深かったということも想像できて、なんだかやっぱ戦に行ったんだなっていうのがよくわかるものになりますね。はい、こちらは太刀の刀身についた矢傷ですね。物打ち付近で矢を受けた際に、しのぎ筋についた傷で、長さは約7ミリ程度でした。ものすごいスピードで飛んでくる矢がかすめた様子っていうのが目に浮かびますね、これもね。よくぞかわしたと称賛すべき傷の一つになりますね。いかがでしたか？戦の際に相手の攻撃を受けてできた傷が誉れ高い強さの証として後世に残っていることは本当に素晴らしいことだと思います。一方で研ぎなどを繰り返す中で誉れ傷が研ぎべりによって消失しているっていうものもたくさんあるんですよ。でもよく観察すると傷の痕跡を見つけることができる場合もあるんですよ。なかなか手に取ってっていうのは難しいと思うんですが、見てると、これは誉れ傷あったのかななんていうのを発見できる場合もあるということですね。博物館などで刀を鑑賞する際に、切り込み傷や矢傷があると解説があった場合には、ぜひ探してみてくださいね。以上、誉れ傷についての解説でした。